お腹が大きくなって少し動いただけでふーっと息が上がる。動きにくいときは無理せずできることをゆっくりと。気分が沈む日は美味しいものを食べる。そして本を読む。それだけで不思議と心がふーっと軽くなる。今日は娘が生まれる前、妊娠9ヶ月のある一日を少しだけ振り返ってみようと思います。おはようございます。激しい帯同に起こされました。まだ眠いけれど、子供たちの朝の準備もあるし、起きてしまうことに。冷蔵庫から取り出したのはビタミンジュース。体に良くないと分かっていても、こういう時はつい求めてしまう。せっかくだから作業をしながら落ち着ける場所でのんびり過ごそう。子供たちを保育園に送り届け、ようやく家が静かになった。晩ご飯の準備に取り掛かります。この日は鶏もも肉の照り焼きとほうれん草と人参の和え物。味噌汁は朝のうちに作って残りの副菜は前日に作り置き。妊娠前は朝ごはんと晩ごはんを同時に作るのが当たり前だったけれど、体が重くなった今はそれがなかなかできない。保育園に送るまでの時間はバタバタの連続。朝ごはんの支度に荷物の準備、そしてイヤイヤ期の弟くんとのやりとり。今は外で仕事をしていないから対応できているけれど、もし朝早くに出勤していたら、と思うとゾッとする。子供たちと向き合う時間は大切にしたい。それでイヤイヤが落ち着いてくれたらいいんだけど、どうも弟くんのイヤイヤは難易度が高くてうまくいかない。それでもまだまだ頑張らねば。赤ちゃんの定期検診を終えて、その足で図書館へ行ってきました。お腹は空いているけれど、体は疲れているから、ランチは手抜きに。妊娠中、どうしても食べたくなったのは辛いもの。中でもブルダックという韓国のインスタント麺が好きで、つい手に取ってしまう。さすがにそのままだと辛すぎるので、野菜と卵、チーズ、パン粉を乗せてトースターでこんがり焼く。香ばしい香りと程よく抑えた辛さ、たまらなく美味しい。
冬に食べると体の芯まで温まるけれど、さすがにこの時期に食べると汗ばむ。それでも美味しいものは美味しい。1年ほど放置していたアルバム整理を出産前に終わらせることにしました。セリアのファイルと台紙は使いやすくてお気に入り。写真はデータで管理する派だけど、保育園のイベントや先生がくれる素敵な一枚はやっぱり形に残しておきたい。いつか子供たちの結婚式でこのアルバムが役に立つ日が来るのかな。そんなことを少しだけ想像しながら作業を進めました。気持ちを上げたいときはおやつを作ってみる。この日はどうしてもドーナツが食べたくなって、最初はオーブンで焼くタイプを考えたけど、ミスドのオールドファッションが大好きな私は、やっぱり揚げドーナツに決めました。なんと、うっかり卵の殻を落としてしまうという小さな失態。でも幸い細かい殻までは混ざらずギリギリセーフ。こんなちょっとしたハプニングもお菓子作りの思い出になっています。小麦粉と砂糖を合わせたシンプルな生地。そこにミルクチョコ、ホワイトチョコ、いちご味に抹茶味、いろんな種類を準備して気分で仕上げていきたいと思います。生地がまとまったら冷蔵庫で寝かします。寝かしている間に最後の段階の準備をします。クッキングシートを型の大きさに合わせて丁寧にカットしていきます。揚げるときに慌てないよう生地を一つずつシートに乗せて準備を整えておきます。さすがに長い時間立ちっぱなしでいると体が重たくなってきました。本を開いて一休み。妊娠前は平気だったこともお腹が大きくなるとそうはいかなくて、無理をせずゆっくり過ごそう。いよいよドーナツらしい姿が見えてくるこの瞬間、なんだか胸が高鳴ります。牛乳を少し入れすぎたのか、生地は思ったよりも柔らかめ。崩れないようにそーっと手を添えて優しく扱いながら、なんとかきれいに型を抜くことができました。最後に残った生地は遊び心で星型に。きっとこの形が子供たちには一番のお気に入りになるはずです。
少し片面がこんがり焼けすぎてしまったけど、それもまた手作りならではのご愛嬌。一口味見をしてみれば、味は文句なしの合格点でした。揚げたての香り、溶けるチョコ、カラフルな仕上がり。この夜、家族に出したら大好評でした。また作ってみんなで食べよう。そんな楽しみがあるだけで、明日も少し頑張れそうです。妊娠9ヶ月のある普通の日。無理せず、ゆっくり、できることを少しずつ。家事も育児もおやつ作りも全部完璧じゃなくていいんです。大切なのは心がほっとする時間をちゃんと作ってあげること。この日もそんな時間があったから私はきっと笑顔でいられたんだと思います。次回からは赤ちゃんとの新しい日々をお届けします。また見に来てもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。